ございます。おはようございます。今日は出張に来てまして、ホテルでね、今出かける前に撮影してます。すごくシンプルなんですが、実はあまりできてないのかなっていうのが、ご挨拶をするということです。ご挨拶をするというのは、まずもう本当に小さな頃からお話ができるかなっていう頃からですね、おはようとか、ありがとうとか、いただきますとか、家庭で家族同士の中でご挨拶するというのを大切にしています。そういうふうに家庭で当たり前のように挨拶をしていると、子供は外に行ってもそれが自然にできるようになるんじゃないかなと思います。普段やってないことを外でだけやるっていうのは難しいと思うので、ご挨拶するっていうのは第一歩だと思ってます。これをね、すごく思ったのが、アメリカがいいじゃないんですけど、やっぱりアメリカの人がこう恥ずかしがらずに何でも出すっていうとこから出てるのかなと思うんですけれども、子供が挨拶がしないでこう後ろに引っ込んでて、もうこの子はねみたいなのがあんまりなくって、ちゃんと挨拶しなさいとか、特にありがとう Thank you って言いなさいっていうのは、私の周りのお母様方は徹底してたなと思います。日本に帰ってきてから一回子供が言ってたんですけどね、社宅に住んでたんですけど、その時に挨拶する癖はアメリカでだいぶついてたと思うんですけれども、おはようございますって言ったら挨拶してくれなかったって言って、でなんかね、挨拶してもしてくれないから、なんかもうするの嫌だって言ってた時があったんですね。でその時に私が言ったことは、挨拶はしてるつもりっていうのもあるんじゃないって、ちゃんとそのおばさんの目を見て、おはようございますって言ったって、もしかしたらおはようございますって言ったんじゃないみたいな。だからその辺は子供は恥ずかしいとかね、いろんなもうカルチャー的にちょっと相手の態度も違うのでやりにくいかもしれないんだけれども、挨拶をしていて嫌な気分になる人っていないんですよね。できれば笑顔で目を見てご挨拶できると、この人いい人だっていう印象があると思うんですよ。よくなんか犯罪者の人とかいてても、近所の人にこうインタビューすると、彼すごく良かったんだけどな、いつも朝おはようございました挨拶してくれてましたしねみたいな言ったりしますよね。挨拶をするとやはり好印象を持たれて、皆さんに気持ちいい感じを与えるわけですよね。皆さん家族で朝起きたらおはようって言ってますか？もしかしてちょっと面倒くさいかもしれないですけど、結構言うと気持ちいいと思うのでやってみてください。なんかって言ったらやっぱり「Thank you」ってすごく言ってましたね。お店出る時とか、ただただちょっとこう見せてもらう中だけ「just looking」っていう感じで見てて「Thank you」って言って出ますね。スーパーのレジに行っても「Hello」って言って「Thank you」って言います。日本語でも普通に今は全然私はやってますけれども、皆さんどうですかね。だいたい親が普通に人に会った時にこんにちはとかありがとうございますって言ってたら、子供はそれを見てそれを当然だと思うので、ご挨拶しなさいってこう教え込まなくても割と自然に入っていくんですよ。子供の教育の一部はですね、見せるっていう部分が大きいと思いますので、それの代表的なものが挨拶だと思います。例えば山とかだと結構当然ですよね。こんにちは、こんにちはって山ですれ違う時で挨拶する。ああいうマナーって私は好きなんですね。もしかしたら私あんまり挨拶してないかなって思い当たる方、ちょっとだけ勇気いるかもしれないし、ちょっとだけ面倒くさいと思うかもしれないんですけれども、ぜひ挨拶してみてください。それでは今日も頑張って仕事行ってきます。